皆さんおはたみ、ください TV ニュースキャスター生木役将軍です。今週のニュースをお届けいたします。今週のニュースはこちら、ビットコインの半減期と市場への影響ということで、早速ニュースをチェックしていきましょう。この動画の元になった記事は概要欄にリンクを貼っています。こちらもぜひチェックしてみてください。WIF、ペペ、フォロキなどのミームコインは今週急上昇し、AI コインは上昇傾向に歯止めがかからず、イーサリアムは画期的な電空アップグレードのおかげで脚光を浴びています。電空以降、一部のイーサリアム L2 のガス料金は1セントまで急落しました。皆さんがオンチェーンでアクティブである場合、これは非常に歓迎すべきアップグレードであるはずです。イーサメインネットのガス削減はいつになるのでしょうか。しかし、記念碑的なマイルストーンが近づいていることを忘れないでください。それはクリプトスペースの構造そのものを繰り返し再形成してきたものです。そう、ビットコインの半減期です。本日はこちらの内容を掘り下げます。1、ビットコインの半減期とは何ですか？ 2、市場の主要な指標に飛び込み、ブルバックの準備ができているかどうか。まず1つ目、ビットコインの半減期とは何か。ビットコインの半減期イベントはマイナーのブロック報酬を半分に減らし、それによって新しいビットコインが流通する速度を減らします。このメカニズムは循環供給を制御するために設計されたビットコインの経済モデルの基本です。次の半減期は2024年4月17日に減少する予定です。半減後、マイニングブロックの報酬は 6.25BTC から 3.125BTC に半減します。では、これは価格にどのような影響を与えるのでしょうか。ビットコインの半減期の歴史的影響を見ていきましょう。歴史的にビットコインの半減期は顕著な価格上昇の前兆でした。この傾向は主にビットコインの供給成長の減少の予測と実現に起因し、持続的または需要の増加と相まって価格への上昇圧力につながります。最初の半減期2012年11月、ブロック報酬は 50BTC から 25BTC に減少しました。このイベントに続いて大幅な価格上昇が続き、ビットコインは翌年に約12ドルから1100ドル以上に上昇しました。しかし、当時市場ははるかに小さく成熟していなかったため、大きな変動の影響を受けやすくなりました。2回目の半減期2016年7月、報酬が 25BTC から 12.5BTC に減少しました。今回も半減期後の数ヶ月で価格が大幅に上昇し、約650ドルから2017年半ばに約2800ドルのピークに達しました。その後、年末までに2万ドル近くにまで上昇し続けました。この上昇は暗号資産に対する個人投資家や機関投資家の関心が高まったことが一つの要因でした。3回目の半減期2020年5月、ブロック報酬は 6.25BTC に減少しました。半減期の時点では価格は約8600ドルでしたが、その後大幅に変動し、2021年4月に6万ドルを超えました。この上昇は機関による採用が増加したこと、経済的不確実性、そして暗号資産に対する個人投資家の関心の高まりが要因とされています。各半減期は新しいビットコインの流通率の低下に貢献しており、理論的には需要が安定または増加すれば希少性を高め価格を押し上げる可能性があります。現在の状況はどうなっているのでしょうか。こちらがビットコインを集め始めました。ビットコインの取引量は1162億ドルに大幅に増加し、市場が低迷している時期の通常の100億ドルから200億ドルまで増加しました。この増加は主にクジラがより活発になり、2021年8月に最後に見られた活動レベルに達したことによるものです。マイナーたちは売りに走っています。マイナーは利益を得るのに忙しそうです。ムダスノードによると、今年に入ってからマイナーの残高は182万ビットコインから180万8000ビットコインに減少しました。ここから市場は後退するのでしょうか、上昇するのでしょうか。ここ数ヶ月は驚くべきことばかりでした。ビットコインは史上最高値を更新し、市場は複数のセクターで急騰しています。
このラリーは持続するのでしょうか、それとも大幅な後退につながるのでしょうか。データから読み取れることを分析してみましょう。まず市場がどのように動いているかを理解しましょう。ビットコインの動きは支配的な力で、すべての船を上下させる潮のように作用しています。したがって、買い手と売り手の行動に関する洞察を明らかにする主要なビットコインの指標を理解することから始めることが不可欠です。単一の指標は一つのデータポイントを表すだけで、それ自体はあまり重要ではないかもしれません。しかし、指標のコレクションをまとめて分析すると、市場の現状に関する貴重な洞察を得ることができます。最初の指標は、強気相場と弱気相場におけるピークと谷のサイクルを調べたものです。まだ極端なレンジには達していませんが、この傾向に注目しましょう。こちらの指標は、長期保有者と短期保有者の両方が利益を上げているかどうかを評価するものです。ある時点でこちらのグループの一方または両方が現在の価格が売却に有利であると判断した場合、売却を決定する可能性があるため、この側面は非常に重要です。現在、両者とも極端な利益を上げており、新規資金の流入も顕著です。この指標は現在、上値を競っており、正念場を示しています。MVRV レシオは、マーケットバリュートゥリアライズバリューの略で、資産の現在の時価総額と実現資本価を比較し、総コストベースまたは蓄積価値を表します。この指標は資産の価格が過大または過小評価されているかどうかを評価する上で最も重要であり、それによって市場全体の収益性に関する貴重な洞察を得ることができます。現在 MVRV 比率は歴史的に重要な市場修正に関連する重要な分岐点に急速に近づいています。さらに差し迫った景気後退を示す以前のレベルを超えています。BTC リスク指数はデルタキャップと時価総額の変化を調べることによってトレーダーや投資家に市場リスクに関する貴重な洞察を得ることができます。ビットコインの価格が上昇するにつれて指数は減少し、逆に価格が下がると指数は上昇します。現在この指標は最低点に近づいており、市場の潜在的な修正を示しています。STHSOPR は短期保有者がいつ暗号資産を購入または売却する傾向にあるかを読み解くのに役立ち、市場動向や潜在的な取引機会についての貴重な洞察を得ることができます。現在この指標はピーク値に近づいており、短期保有者が資産を売却する傾向を示しています。サプラインプロフィット、利益の供給とは、現在以前の取引よりも高く評価されているネットワーク内のコインの総数を指します。基本的に最後に取引されて以来、どれだけのコインの価値が増加したかを追跡します。この指標は投資家が利益を実現するためにいつ販売を開始するかを示すことで、潜在的な市場のピークを特定するのに役立ちます。利益の供給はコインが収益性があるかどうかを示すだけで、得られた利益の量を定量化しないことに注意することが重要です。このメトリックも最上位のピークに達しています。最後に本日のまとめです。結論として主要な指標を総合すると、市場は買われすぎで長期化するシナリオを示唆しています。今後数日間及び数週間はレバレッジを下げ、スポット取引戦略を採用するなど、慎重な運用が必要なのではないでしょうか。歴史的に暗号資産のブルバックは急速で激しい下降によって特徴づけられてきました。包括的な市場トレンドは上昇を続けていますが、目先の指標には懸念があります。以上、生木ako将軍キャスターがお届けいたしました。では、来週のニュースも見てくれないと、成敗！ありがとうございました。